こんにちは。タモンマルのカンコレ、タモンマルです。本日は、カンコレ前段作戦 B2 後作戦のバレンツ海、そしてバレンツ海海戦の戦力ゲージ破壊をお送りしたいと思います。今日も空母 Q さん、早速2日目ありがとうございます。だんだんと、海域が進むにつれて、攻略ね、難しくなってくるんですけども、しっかり情報を集めて、準備しまして、攻略をしていこうと思いますので、今日も最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、今日の作戦ですね、もう一度、おさらいをしたいと思います。こちらのバレンツ海海戦の戦力ゲージは前回、削りをしていましたが、ルート的には最初の農道分岐の B ポイントから A ポイントに行って、それからC ポイント、O ポイント、そしてQのボスマスに行くという水上戦3戦ですね。こういうルートでやっておりました。一生涯ソロプレイヤーさん、どうもこんばんはです。いえいえ、また来てくれて嬉しいです。今日もお付き合いください。そして作戦の方なんですけども、水上戦を参戦しますと、燃料弾薬からペナルティが発生してしまって、なかなかボスにね、攻撃がちょっと通らない可能性が出てくるというところもありました。それもありまして、道中は支援も出して攻略をしていたんですけども、本日はもう最終段階に入りますので、最初の B ポイントからC ポイントですね、潜水マスを経由して、E ポイント、O ポイントの、そしてボスマスに行くという変更をしていきます。装備もそれに伴って対戦装備に切り替えている感もあります。これであればボスにさえ到達できれば高い確率で突破できるだろうというふうに考えて組んできました。それでは、編成の方ですね、出していきたいと思います。それで編成の方ですね。従順の、ヒューストン、戦艦ビスマルク、平準ナトリ、駆逐艦磯波、航空巡洋艦ミクマ、そして、航空巡洋艦のゴトランドですね。第一艦隊に関しては特別変更しているところは前回のままですね。引き続きになっておりますので、ここは割愛します。そして第二艦隊の方なんですけども、機関はアックスの、装備ですね。どうしたの？出撃。魚雷のミハリーン、カットイン装備にしています。前回の引き続き装備は特別変わってはおりませんが、演習等で連動の方を少しでも高めていこうと思いまして、そこだけは上昇しているのが、あれからレベルが3上がっている状態なんですね。ハラショー！貴様もシャンパンを飲め！ほら、グッ
シャンパンね、ちょっとシャンパンならまだいいんですけどね。ロシアと言いますと、ついウォッカとかね、強いお酒を想像してしまうので、まあそういうのはちょっとね、まあ、飲んだらすぐ寝ちゃいますんで、なかなか。というガンクードには、前回と変更しているのは、手法の方を一つだけ、16インチの3連装法マーク7に変えています。まあ、それ以外は、まあ、同様な装備になっています。手法、新型高圧管と改良型艦砲式タービンと、まあ、高速設定にする必要がありましたので、機関の方の出力を上げている状態にはしています。まあ、これでも前回ボスにはかなりダメージ通ってましたので、このままで大丈夫だと思います。おお、いいですな。苦しみます冗談だよ、おいち。そんな怒るなって。おーい。最近もうクリスマスモードに入っちゃってるもんですからね。カンムスからはもうクリスマスを祝う、いろんなコメント、聞くことができて大変嬉しい期間となっています。北上さんについては、前回は連撃装備の手法、そして高標的の装備にしてましたけども、今回はもう魚雷の高標的といったカットイン装備になっています。まあ、カットインは正直あまり期待はしていなくて、まあ、開幕先制来撃ですね。こちらで活躍してくれれば、という期待を込めて装備させています。はい、第11駆逐隊、抜病可能です。そして今回も白雪ですね、当番になっています。前回からの変更点はもう見ての通り対戦装備に変わっています。まあ、私が今装備できる最高の水中電弾と水中爆雷ならぬ単魚雷ですね。そして単焦灯も野戦装備ですね。こちらを装備することでマックスのカットイン率を上げていきたいと思って装備させています。今ちょっと順番4番目にしてますけど、今最終的には6番目ですか。そちらの方に変えるつもりなので、よろしくお願いします。オールレディ、あなたもここに？おう、私も。そうだ、ケーキを取ってこよう。こんなクリスマスもいいな。はい。そしてパースもこの前回に引き続きの当番です。特別変更点としては、装備している6インチ連装砲ですね。こちらを、変えています。ちょっと名前が長いので、ここは詳しく説明はしませんが、一応フィット砲ということで、火力は前回よりも増してはいます。その代わり、水上偵察機を、98式の水上偵察機野艇に変えています。なので、若干、直接率であったり、命中率はちょっと下がっちゃったのかなとは思うんですけど、総合的に見て、艦隊としての野戦火力が上がっていることを考えれば、これでいいのかなと思って装備させています。そしておそらく今回ラッキーガールになるだろうと思っております。プリンツ・ウィゲンですね。手法、水上偵察機に、あとは三種の神器ですね。野艇装備の照明弾と、これらの装備をして、考えられる装備は十分やっていました。あとは、カンムスたちに全てを託して出撃をしていただきましょう。軽巡パー出撃します。徳型駆逐艦白雪出撃します。そしてあとは道中支援ですね。駆逐艦、
神風、旗風、戦艦、本郷、比叡、春名、軽空母、宝生ですね。こちらが道中支援艦隊となります。そして、決戦支援艦隊は、駆逐艦松風、朝風、そして、戦艦、こちらもガンクード、リシリュウ、ウオースパイト、最後に、軽空母 UFO ですね。の陣容で、従順政権にね、戦いを挑んでいきたいと思います。それでは、早速出撃してまいりましょう。いいわね。よし。こういうの嫌いじゃない。さあ、準備も整いましたね。ようやく、作戦計画の体概要を制が整いましたので、前段作戦第2見ま作戦しょう。海域アジア艦隊旗艦ヒューストン We Anchor 出撃します。問題はありません。最初の戦闘マスは、今回の連合艦隊では初めての対戦警戒ですね。では、戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。Enemy in sight 仕方がないわ。みんないいわね。吹雪ちゃんも頑張ってるかな。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。反王人であれば、こちらにも、運が向いてきたのかなといったところですね。そして砲撃戦です。ごめんなさい。砲雷撃戦大丈夫。ごめんなさい。訓練はしてるし。そして砲撃戦です。ごめん。有効かな。まあお願い。手法は今だ。そうね。少々弾幕が薄い気がします。敵艦を捕捉。攻撃開始。努力すればやれるんですね。嬉しいです。はい。対戦装備も充実していたおかげで、特に被害もなく、できましたね。私もお役に立てたようで何よりです。そういえば、空母93、E2 で挫折しましたということですけど、攻略の方も、止まっちゃったのかなってちょっと心配になってしまったんですけども、まだ、イベントは始まったばかりなので、とは言ってもね、なかなかね、私も、頑張ってね、攻略の方、していきますので、皆さん応援よろしくお願いします。では、第2戦は、第4航行序列で戦闘開始です。Enemy in sight 仕方がないわ。みんないいわね。そして砲撃戦です。くめさあ、支援艦隊。追い込むわ。さあ、追い込むぞ。乾燥法って何気にわびさびよね。わびさび出ましたね。このラインで、あと残りも3隻、2隻と、砲撃戦です。相手に反撃の隙も与えずに落としていかなければ、訓練はしてるし。いけませんね。訓練通り、ナトリもね、落としてくれます。
私が一番ですって？何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。ですね、ビスマルク、もっと褒めてあげましょう。いい子、いい子です。これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった。活躍できて。ですね、北上さん、やっぱり活躍ね、してくれると本当嬉しいですよね。はじめまして。弥生が来ましたか。逆に。怒ってないですよね。気を使わないでくれていい。気を使わないといけないですね。弥生、ありがとうございます。さあ、続いて水上マスを突破すれば、あのボスね、青く光ってますからね。でもね、目の前のを突破しないことには、会いに行けないのでね。みんな、頑張ってきてね。エネミーサイト。仕方がないわ。みんな、いいわね。そして、砲撃戦です。クマ！やります。打ち方始め。何気にわびさびよね。わびさび来撃決定版ですね。本当戦で回っても、もう関係なくね、落とせるし、ビスマルクもミクマも命中と。ちょっと怖いぐらいに、いい感じですね、進めてて。これならいけそうな感じがしてきましたよ。活躍できました。お礼申し上げますね。初見さん、いらっしゃい。白金健さんでよろしいですね。これが従来こんにちは。実力ってやつよ。タモン丸です。活躍できて。今回は、E2ですね。バレンツ界の工作戦、ゲージ破壊に挑んでおります。応援のほどよろしくお願いいたします。今回もね、みんな頑張ってここまで来てくれました。さあ、ボス戦に到達となります。必ず。問題はありません。でもね、このカンコレっていうゲームは必ずなんてちょっと言えないところもね、正直ありますけどね。でも私は必ず勝てると思っていつも出演させていますので、彼女たち、ここで安心して見ています。みんな頑張ってきてね。バカめ、役立たずども、また沈んでしまえ。この形態ということは最後の形態ということですね。白金健さん、ツイッターの方もね、フォローありがとうということで、こちらこそありがとうございます。少しでもね、この戦いをいろんな人にお見せできればと思って発信していますが、それもカンムスたちの活躍があってこそなので、その準備をしてここまで来ました。さあ、戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。そして砲撃戦です。クマ！そこか。悪いね。そこか。悪いね。もらったよと。何気にわびさびよね。わびさび来撃も加わって、さすがに、無キスというわけにはいませんが、こちらは、攻撃も開始。かかってきなさい。ごめんなさい。白金健さん、ツイッターでお知らせを見せてもらってきました。
ありがとうございます。違うの。普段も、こんな感じで、予告をしておりますので、お願いします。だいぶ、攻撃が集中しちゃって、 40問の酸素魚雷は美瑛さん状態になってますけどね。砲撃開始。捕らえたぞ。でも、マックスに被弾してしまいましたね。ニクラシエン。さあ、とどめと相なりますでしょうか。攻撃に移りますここからが粘りますからね。そのための野艇装備です。これだけでも、わずかですけどね、確率が上がってきますから、十分用意はしてましたからね。ファイヤいいぞ、畳み込め。ー。役立たずどもに。やりましたね。私、無念だ。こんな。いや、むしろ、心が、体も、これは、そういうことなの。私は本当は。おめでとうございます。作戦成功です。いやーみんな、お疲れ様です。カムスのみんながやってくれました。22校のバレンス会ですね。長い戦いでしたけども、無事に勝利することができました。私が一番ですって。応援してくれた皆さん、何言ってるの。本当にありがとうございます。いいのよ、もっと褒めても。スマルクもいい子いい子です。何？この私の戦果が。そうか。何？気にすることはない。必然とはそういうものだ。そう貴様、必然でなんだありますね。そ関空度。の顔は。次も任せておけ。次はですね、23でもまた活躍、ですね。これをしております。姉妹艦にはなっちゃうんですけどもね。軽巡洋艦、神通です。どうか、よろしくお願いいたします。はい、ジンツーさん、よろしくお願いします。篠原健さん、コメありがとうございます。このために、準備をしてまいりましたのでね。報酬の方ね、いただいていきましょう。はい、勲章いただいていきます。そして、補強増設ですね。最近ですと、こちらもね、いくらあっても足りないくらいになっちゃってますけどね。ありがたくいただいていきます。一生涯ソロプレイヤーさんも、おめこめありがとうございます。無事にカムスのみんなが、期待に応えてくれました。本当に嬉しいです。そして、特注家具職人ですね。こちらもね、いくらあっても足りないんだよな緊急修理資材を3つですね。じゃあこちらもいただきましょう。この寒冷地装備&交番要員っていうのが今回から新しく用意された装備ですね。こちらを装備すると、航空母艦も出撃できるようになるということなので、これのために、こう作戦をしたと言っても過言ではありませんね。こちらを3ついただきました。そして、長い名前ですけど、533mm 3連装魚雷53=39型でいいんでしょうかね。
ご信任型ですね。妖精さん乗ってますね。タシュケントとベールの家でしょうかね。こちらも新装備いただけたようです。はい。バレンツ海海戦で敵水上艦隊を撃破。北大西洋から北海方面に展開した我が艦隊は、輸送船団を護衛してバレンツ海方面に進出。同輸送作戦阻止を図り、深海水上艦隊と交戦、同撃破に成功せり。次の作戦海域の攻略が可能です。そして次の新しい、ノルウェー北岬沖北極海 PR17 船団を護衛せよにいけるようですね。だいぶ強そうな子が出てますね。何はともあれ、海域突破しました。艦隊、港に戻りました。みんな無事よ。みんな、無事にね、帰ってきましたね。空母9さん、思いやりありがとうございます。いや本当に、最終段階に入りますと、どの海域でもそうなんですけども、深海戦艦もね、最後の力を振り絞って、戦いを挑んできますので、本当に先行されている方の情報をいただけて、そこに感謝しつつも、こちらも備えられるだけの準備をして、攻略に当たるような感じで、私の、カンコレっていうゲームをやっているスタイルとしては、いつもこういう感じでやっています。これでもね、攻略苦労と言いますか、なかなかできないところは、やっぱりできない。そんな時は、その日は諦めて、ちょっと次の段階にまた、という感じにもなっていくとは思いますけども、とりあえず今回はね、こんな感じでの攻略できました。本当に、カムスみんなお疲れ様でした。そして支援艦隊のみんなもね、力を存分に発揮できましたから、まだまだ戦いは続きますので、みんなの力で押していきたいと思います。今回は、これで、どうされましたか？ ABDA コマンドでの作戦会議ですか？基本？従順装備の回収について？それは興味深いですね。私も参加させてください。ぜひ。本当に今回も、これからもそうなんですけど、多国籍艦隊という感じでね、出撃となります。今回の、バレンツ海戦は、戦力ゲージを見事に破壊することができましたので、出撃はここまでということになります。では、いつもの、こちらのコーナーをやらせていただきたいと思います。初めての方もいるかと思うので、一応簡単に説明しますと、私配信をして、その日の、出撃が終わりましたら、その日の記念日をですね、紹介するという
コーナーを、一つ設けております。本日12月12日は国際中立デーとなっています。最初の、こちらの、英語で書いている読み方がちょっと私発音が良くないんで、ちょっと、Google ちゃんの翻訳で読んでもらいましょう。International Day of Neutrality. この日は、国際デーの制定を呼びかけたのは、中央アジア南西部に位置するトルクメニスタンで、グルバングル・ベルディムハメーフトフ大統領が2015年、平成27年国際会議において提案したということです。この、トルクメニスタンという国は、今から28年、9年前ですかね、1991年に旧ソビエト連邦から独立した国です。国を政策として、中立ですね。これを打ち出して、その中立政策は、国同士が対立する問題について、どちら側にも味方せず、中立の立場から解決を目指すと。軍事力は自国を守るためだけに使うということを表明しています。そして、このトルクメニスタンは、1995年の平成7年12月12日に国際総会で永世中立国と承認されました。この日は、国の祝日となり、首都アシガバードには巨大な中立記念塔が建てられているそうです。そうですね。永世中立国と言いますとね、スイスを思い浮かべると思うんですけども、あとオーストリアもですね。ですが、国連で承認をされて得た国は、このトルクメニスタンだけなんですね。今、画面で、スライドさせているのは、この国際中立デーのイメージとなった、この鳩と、地球儀、そしてトリスクメタンの、地球地図で見た時の、現在地を指し示すものと、国の、国の旗ですね。こちらの方を出させてもらっています。本日は12月12日国際中立デーということで紹介をさせていただきました。はい、本日は多聞丸、カンポレの全大作戦 E2 砲作戦のバレンツ海海戦の戦力ゲージ破壊をお送りさせていただきました。次回は E3 ノルウェー北岬沖 PR17 船団を護衛せよ第1輸送ゲージをお送りしたいと思います。なるべくね、早い段階でまた配信をしていきたいと思います。ちょっと準備の方が忙しかったりもしますけども、今日も、最後までね、お付き合いいただいた本当にありがとうございます。次回も、攻略ですね、一緒に楽しんで、カンコレのイベントをいきたいと思いますので、本日は、これで失
失礼します。みんな、それじゃあまた次回お会いいたしましょう。じゃあねー。